皆さんこんにちは、綾乃です。今回は日本語の品詞について考えてみましょう。単語には種類があります。その種類のことを品詞と言います。例えば、電車に乗るという文があるとすると、電車とかにとか乗る。これは品詞の中でどの種類に当たるのかということですね。品詞の細かい分類は難しいんですが、今回は日本語教育で使う主な品詞について紹介します。日本語教育で主に使う品詞は動詞、形容詞、形容動詞、名詞、副詞、助詞です。では、一つずつ見てみましょう。まず、動詞です。動詞は、例えば、食べるとか、行くとか、落ちるなどですね。物事の動作とか作用、あとは存在などを表します。そして、述語になり、活用し、うだんで終わります。発音で言うと、言うで終わるということですね。ここで言う活用というのは、例えば書くという単語、これは書くとか書かない、書かなかったのように形が変わりますよね。これを活用と言います。この活用形は日本語母語話者であれば自然に正しく活用できますが、日本語を外国語として学んだ場合、それを一から覚えなければなりません。ちなみに、このうだんで終わる動詞の形を終止形と習った人が多いと思いますが、日本語教育ではこれを辞書形と言います。このように日本語教育ではよりわかりやすい名前を使うことがあります。次は形容詞です。形容詞は例えば大きいとか小さい、美しいなどですね。これはどんな様子かなどの性質とか状態を表します。そして最後はいで終わります。主に名詞を修飾します。修飾というのはその言葉を詳しく説明するということですね。例えば高い店、安い店とかまずい店、美味しい店などですね。これを日本語教育の文法では形容詞と呼びます。そして次に形容動詞です。形容動詞は素敵、静か、便利などですね。形容詞と同じく主に名詞を修飾し、その様子だとか性質、状態を表します。この形容動詞は動詞とか形容詞と違って、うだんで終わるとか、で終わるのような規則はなくて難しいかもしれません。ですが、名詞と一緒に使うときに、例えば、静かな森とか、有名な人のように、何々な何々という形になります。なので、日本語教育では、な形容詞と呼びます。次は名詞です。名詞というのは物事の名前を表します。例えば、学校、机とか動物、愛、時間、やる気なども名詞ですね。名詞はな形容詞と同じく音声的な規則はありません。では、会社と重要。これはな形容詞ですか？名詞ですか？皆さん考えてみてください。な形容詞か名詞かで迷った時には、名詞につけて判断をしてみましょう。はい、ここでは会社と重要ですね。これに書類という名詞をつけてみましょう。会社の書類、重要な書類という風になりますね。これは会社のになるので、これは名詞です。基本的に何々のになるのが名詞。そして重要な書類ですから、
重要なになる、この何々なになるのがな形容詞というふうに判断しましょう。ここで一つ注意点があります。な形容詞と名詞のどちらの性質も持つ語もあります。例えば、平和ですね。平和、例文を見てみましょう。例えば、世の中は平和だという文があって、この語順を変えてみます。すると、平和な世の中になりますね。これはな形容詞の性質と言えます。もう一つの例文。この像が象徴しているのは平和だという文。これの語順を変えてみると、この像は平和の象徴だとなります。このように平和ので使うこともあるので、この平和というのは名詞の性質も持っていると言えます。このように名詞ともな形容詞とも言える語もあります。そして次に副詞です。副詞は主に動詞、な形容詞、い形容詞を修飾します。活用はありません。例えば、とてもなどですね。とてもいいとか、はっきり言う、キラキラ光る。これは副詞ですね。そして最後に助詞です。助詞はが、に、お、で、となどですね。これは日本語の文法的特徴の動画の文節の部分でお話ししたように、基本的にそれだけで使われることはありません。他の語について様々な働きをします。は、なら、まで、しか、なども助詞にあたります。今回の動画はこれで以上です。今回は品詞の基本的な部分をお話ししました。応用はこれからこの日本語教育ハブで少しずつ扱っていこうと思っています。今回の内容をシンプルにまとめると、文の中で核になるのは名詞と動詞です。例えば本を読む、飛行機が飛ぶのように名詞と動詞が核になって作られる文はとても多く、使用頻度がとても高いです。そしてそれらに意味の深さを出すのが形容詞と副詞ですね。例えば店。店はどんなお店というと、美味しい店とか高い店となりますね。もう一つ、話すという動詞ですね。どうやって話しますか？これは、はっきり話す、ゆっくり話すなどですね。このように、副詞や形容詞は文の意味に深さを出しています。では、この動画が面白かった、役に立ったと思った人は、いいね、コメント、シェア、チャンネル登録よろしくお願いします。はい。では、次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。